皆さん、こんにちは。今日は、日本で活躍した7人の外国人レスラーの現在を紹介します。リック・フレア。レジェンドレスラーのリック・フレアが、2022年7月、ナッシュビルで最後の試合を行い、引退するというニュースが流れました。リック・フレアは、2022年73歳になりました。フレアは、2008年のレッスルマニアでショーン・マイケルズに敗れ、正式にプロレス界から引退しました。しかし、1年後、ハルク・ホーガンのオーストラリア公演でリングに戻ると、その後も TNA のリングに上がり、プロレスを続けていました。フレアは、ショーン・マイケルズとの試合で引退しなかったのは、お金が必要だったからだ、と告白しています。リック・フレアは、レスラーの中でもトップクラスに稼ぐレスラーでしたが、その内情は火の車だと言われています。リック・フレアを演じるために、毎晩パーティー三昧、リムジンに乗り、高級品を身につける。そして、何度も、結婚と離婚を繰り返しました。税金の滞納、ローンの未払いで訴えられるなど、様々な問題を抱えていました。リック・フレアは、2017年68歳の時に、腎臓と心臓の問題で昏睡状態に陥ったと言われています。医師は、彼の生存確率は、20% という衝撃的な数字を出していました。病気の原因はお酒と言われています。ひどい怪我をした時や、長時間、リングで痛みを感じた時、薬ではなく、行きつけのバーで酒を飲み、痛みをごまかしていました。自分がアルコール依存症だとは思っていなかったが、明らかにそうだった。もう二度と飲まないと、彼はインタビューで語りました。フレアは、昏睡状態を脱出し、奇跡的に回復しました。そして、再び、73歳でリングに上がると言います。大丈夫なのか？心配の声がたくさん上がりました。フレアは、自分の体調について、とても良い状態と言っています。リック・フレアは、2022年4月、J リーサルとリングで、スパーリングする様子を YouTube にアップし、ファンを笑顔にさせました。フレアのラストマッチはもうすぐです。ミルマスカラス。ミルマスカラスは、1000の顔を持つ男、仮面貴族などのニックネームを持ち、人気を博したプロレスラーですが、2022年誕生日を迎えると80歳になります。メキシコ出身の彼は、何度も日本のプロレスに参戦し、親日家としても知られていて、日本文化にも精通しています。2021年11月にスポーツを通じた日本・メキシコ間の相互理解の促進に寄与したということで、旭日装甲賞が贈られました。マスカラスは80近くになる今も健康を維持しています。1日の睡眠時間は5時間、朝走ってトレーニングするのが日課だと言います。彼の人生の中で最優先事項と言われているのが絵を描くことです。絵は誰にも教わらず、本や村の画家を観察して学びました。ミルマスカラスは、Facebook、Instagram で情報を発信し、自身のグッズやマスクの販売も行っています。ドスカラス。ドスカラスはミルマスカラスの実弟で、兄、マスカラスとのコンビ、マスカラスブラザーズとして日本で活躍しました。今、ドスカラスは、Facebook、YouTube で情報を発信しています。YouTube では、レスラーへのインタビュー、プロレスの知識などをレクチャーしています。また、Facebook では、情報発信とともに、自身のマスクを販売しています。アブドーラ・ザ・ブッチャー。アブドーラ・ザ・ブッチャーは、2019年2月、両国国技館で行われた、ジャイアント馬場没20年追善興行王者の魂で引退セレモニーが行われました。ブッチャーは、今年81歳になり、健在です。ブッチャーの現在の状況ですが、かなり大変なことになっているようです。彼は、名誉も財産も全て失ったと言います。クリス・ジェリコのポッドキャスト、トーク・イス・ジェリコで、その内容が紹介され、一部のプロレスファンの間で話題になりました。今のブッチャーの状況を証言したのは、ブッチャーの身の回りの世話をしている住み込みの女性でした。これからお話しする内容は、その女性の証言です。ブッチャーは、高齢で腰が悪く、歩行器を使ってしか移動できないため、この女性が世話をすることになったそうです。この女性が言うには、ブッチャーが名誉や財産を失ったのは、ブッチャーが
小学2年生までしか学校に行っておらず、文字の読み書きができないからだと言います。その女性も、最初、ブッチャーが字を読めないことを知りませんでした。食事に一緒に行った時、ブッチャーは、メニューを渡しても、君と一緒のものでいいと毎回言いました。自分の好きなものを頼めばいいじゃないと言うと、ブッチャーは、頑くなに、女性と同じもので良いと言いました。ブッチャーは、自分が字が読めないことを恥ずかしいと思っていたのです。ある日ブッチャーは、読み書きができないと、目に涙をためながら告白したと言います。ブッチャーは、テボン・ニコリソンというレスラーから、C 型肝炎を感染させられたと訴えられました。ブッチャーが自分に許可なく、指のテーピングに隠されたカミソリの刃で、ニコリソンを切りつけたため、C 型肝炎にかかってしまったと主張したのです。その結果、ニコルソンは、WWE との契約が直前で白紙になったと訴え、230万ドルの訴訟を起こしました。ブッチャーはインタビューで、私は長年、この業界でやってきたプロですよ。この病気を移したのは自分ではなく、ニコルソンの方だし、カミソリでカットしたのは、ニコルソン側からリクエストされたからやったんだ。ニコルソンは嘘をついている。こう言いました。しかし、ブッチャーは、裁判の証言台に立ちませんでした。なんと、文字が読めないので、自分の裁判が、いつ、どこで行われるのかも知らなかったというのです。裁判所は、ブッチャーに、過失、暴行の罪で有罪判決を下し、ニコリソンは勝訴しました。ブッチャーは、自分が裁判で負けたことを、妹からの電話で知ったといいます。ブッチャーは、裁判に負けたことによりファンから叩かれ、仲間のレスラーからも叩かれました。C 型肝炎だと自分で知りながら、流血試合を繰り返したひどい奴らと。また、ブッチャーには、韓国出身で日本で出会った妻がいましたが、この妻が、ブッチャーの財産を、すべて自分の名義に変えてしまったといいます。妻は、ブッチャーがプレゼントしてくれたものだと言ったそうですが、ブッチャーは、自分の財産の名義が書き換えられたことを全く知らなかったそうです。銀行口座のお金もなくなり、残されたのは、今住んでいる自分と妻の名義の家だけだと言います。ブッチャーは、弁護士を雇う費用がないため、妻と裁判できないと言います。今、名誉も財産も失った彼を支援するためのクラウドファンディングが立ち上がっています。あれだけ世界中で活躍し、レストランを経営していたブッチャーが文字が読めないというのも意外でしたが、彼の戦いは80歳を超えた今も続いているようです。ハルク・ホーガン。ハルク・ホーガンは2022年誕生日を迎えると68歳になります。2022年2月、ホーガンは2人目の妻ジェニファーと離婚したことが明らかになりました。すでに別の恋人がいて、SNS に写真をアップしています。あまり知られていませんが、ホーガンが最初の離婚をした時、やばいことが起こっていました。最初の妻リンダは2007年離婚を申請しました。ホーガンが娘の友人と不倫していたことが原因と言われていますが、10年以上前から2人の夫婦関係は破綻していたという話もありますので、はっきりしたことはわかりません。この後、離婚裁判により、ほとんどの財産をリンダに奪われてしまうのですが、さらに、同じ時期、10代の息子が自動車事故を起こし、同乗していた友人が重傷を負うということがあり、ホーガンは激しく落ち込みました。そして、うつ状態に陥ってしまいました。何日もの間、誰もいない自宅で、大酒を飲んで、抗不安薬、ザナックスを服用していました。ホーガンは、銃を手に取ると、自分の人生を全てを終わらせようかと考えていました。銃をこめかみに当てたタイミングで、電話が鳴りました。レイラーリからの電話でした。レイラーリは、モハメド・アリの娘で、女子ボクシングの世界チャンピオンだった人物です。レイラーリとホーガンは、テレビ番組で共演した友人でした。大丈夫なの？あなたがいなくて、みんな落ち込んでるわ。心配してるのよ。ホーガンは言います。彼女は、ただ、挨拶と私の様子を確認するために電話をかけてきた。その瞬間、私は気が動転してしまった。レイラの声で我に返り、私はギアを入れ替えたんだ。病気で疲れていたんだ。彼女の声は、
私の人生を救ってくれました。ハルク・ホーガンの最後の試合は、2013年2月、ロンドンの TNA の6人タッグでした。相手チームに、試合開始前に拉致され、殴り倒され、リング上では全く活躍することができませんでした。ホーガンは、試合の時、58歳で、体調は最悪だったのです。娘のブルックは、ホーガンが10年間で25回の手術を受けていたことを明かしました。肩、上腕二頭筋、膝、股関節、肘の手術などを繰り返しました。ボロボロになり、一時はどうなるのかと心配されましたが、ホーガンは劇的に回復します。今、ホーガンはとても調子が良く、毎日2時間、ジムでトレーニングしています。そして、今は自身のグッズを販売する店の運営に力を入れています。テリー・ファンク、テキサスブロンコ、テキサスの荒馬などの異名を持ち、人気を博したテリー・ファンクは、日本での爆発的なブームが終わった後も、ハードコアレスリングの先駆者として再評価されました。キャリアを築いた後も、常に新しいことにチャレンジし続け、プロレス界のレジェンドとして尊敬を集めました。テリー・ファンクは、2022年誕生日を迎えると、78歳になります。2021年11月、テリーが認知症の治療を続けていると、複数のアメリカ国内の専門メディアが報じました。翌年1月、アメリカのプロレスジャーナリストのポッドキャストの最新情報では、彼は介護付き住宅に住んでいると、テリーのことを話しています。テリーは物忘れに苦労していたと、様子を語っています。しかし、テリーは最近良くなってきた、とも言っていました。そして、今度は2022年4月、カクタスジャックやマンカインドのリングネームで活躍したミック・フォーリーが、テリー・ファンクとのツーショット写真をツイッターにアップしました。テリー・ファンクを訪ね、昔の話をし、素晴らしいバーベキューを楽しむために、アマリロイの遠征に出かけましたと投稿しました。ミック・フォーリーは、テリーのことを、私のアイドルであり、メンターであり続けています。と、綴っています。ミック・フォーリーとテリー・ファンクは、世界中で、互いに伝説的な戦いを繰り広げ、そしてタッグを組んでいた時期もありました。テリー・ファンク、元気そうでよかったです。ドリー・ファンク・ジュニア。ドリー・ファンク・ジュニアはテリーの兄で、NWA の世界チャンピオンとして、4年3ヶ月間にわたる長期政権を築き、その後、弟のテリー・ファンクとのタッグチーム、ザ・ファンクスでも人気を博したレジェンドレスラーです。ドリー・ファンク・ジュニアは、2022年81歳になりました。ドリー・ファンク・ジュニアは、今、フロリダ州オカラでプロレススクールを運営し、新しいレスラーを鍛えています。ドリーは、まだまだ元気です。はい、ということでございまして、レジェンドレスラーの現在についてでした。今日紹介したレスラーの思い出や、こんなことを知ってるよという情報があれば、気軽にコメント欄に書き込んでくださいね。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。